皆さんこんにちは。リング Q ポッドキャストへようこそ。リング Q のこのポッドキャストでは様々なゲストをお呼びしていろいろなお話を日本語でしていく、チャンネルです。リング Q は20カ国以上喋れるファウンダーのスティーブが開発した効率的かつ効果的に言語学習をできるアプリで、このコンテンツを使って日本語の学習だったりそういったところでも使えるので、興味ある方はぜひディスクリプションの方からチェックしてみてください。はい、それでは記念すべき第1回目のゲストをお呼びしたいと思います。元ラグビー選手の稲橋選手に今日は来てもらってます。稲橋さん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。稲橋です。はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。稲橋選手は元、クボータースピアーズで、プロの選手として活躍していて、去年引退されて、で、その現役の時はなんかトップリーグのリーダーの代表されてたりとか、いろいろな活動をしてる、素敵なお兄さんです。素敵なお兄さん。はい。なんで、ちょっと簡単に自己紹介の方をお願いします。はい、元ラグビー選手の稲橋亮太です。で、今、ご紹介にあったように、昨シーズンでラグビーの方は引退しまして、今はそのチームが所属している、会社で社業を専念してやっております。で、リーダー会議っていうのは、トップリーグっていうそのラグビーのリーグで16チームあるんですけど、そこのチームの代表者メンバーを集めて、チームの垣根を越えて、ラグビーを通して社会貢献活動とか、ラグビーの普及活動とかをやっていく組織ですね。はい。こんな感じで大丈夫ですかね。なるほど、なるほど。なんか私、大学はアメリカに行ってて、アメリカだとやっぱりその、フットボールがすっごい、盛んで、で、ラグビーとフットボール結構、混同させる人多いと思うんですけど、根本的にラグビーって、今すごい日本でも盛り上がってるじゃないですか。なんか日本においてのラグビーってどんな感じなんですか今。あとなんかスポーツとしてなんかこういうスポーツですみたいな。こういうスポーツ、そう、ラグビーは、2015年にイングランドでワールドカップがあって、そこでこう日本代表がすごい活躍してくれて、そこからこう日本の中でのこう注目度ってちょっと上がっていって、で、この前2019年にラグビーのワールドカップが日本であってんけど、そこですごいこう、日本代表が大活躍したのと、ワールドカップで各国の外国人の方々が日本に入ってきてくれて、すごいこうラグビーの文化、今まで日本でそんなにこうラグビーの文化に触れることなかったんけど、それでこう、いろんな方が、ラグビーってこんなスポーツで面白いんやっていうのにこう触れてくれて、で、日本の中では結構こう注目度がぐっと上がったっていうか、で、今夏美ちゃんがさっき言ってたように、そのアメフトとラグビーが結構混同するみたいな。っていうのはやっぱフットボールでは一緒やねんけど、基本的にラグビーってボールは前に投げれなくて、ボールを前に進めるには、走っていくとか、キックするとか。で、ボールは基本的には。すごくないですか、でも。そう。後ろってことですね。そう、真横か後ろにしかパスできへんけど、前に進まなきゃいけないみたいな。で、フィールドのサイズとしてはサッカーとほぼほぼ一緒やから、割とこう、体力的にも。で、アメフトと違うのはこう、プレーが一回一回で切れないから、セットプレーって言ってこう、アメフトみたいに用意スタートってする場面もあんねんけど、基本的にはサッカーに近い感じでもうボールが外に出ちゃったりとか、ペナルティーするまでっていうのはもうずっとボールが動き続けてるみたいな。それが40分のこの80分間戦い続けるから、割とこうタフなスポーツよね。すっごいフィジカルでガチンコぶつかり合うスポーツですよね。そう、めちゃめちゃぶつかり合う。で、アメフトと違うのはちょっとこの辺に防具つけたりっていうのがないから、ほんまに生身でぶつかり合うから、結構こう、生で見た人は音がすごいっていうよね。人間と人間がこうぶつかり合う音っていうのが、今まで聞いたことない特殊な音みたいな。鈍い音するから、それが結構、みんな初めて見に来た人はすごい喜んでくれるかな。確かにアメフトのユニフォームとかなんかすごいガンっていう肩パッドみたいなとか。こんな感じになってるやん。でもフルフェイス、ね。ラグビー選手は、何もつけないでやるのがオフィシャルっていうかラグビーなんですか？一応この
トップ、高校生より上かな。大学生レベルからは、ヘッドキャップって言うねんけど、頭守る用のこの、ああ、こういうやつ。うん。アメフトほどこう、がっつりフルフェイスじゃないけど、この、ほんまに頭部と耳を守る用のサポーターみたいなのは、大学生からはつけなくていいって言われてるから、割とほんまに生身、ジャージと短パンとソックスとスパイクでマウスピースしてやるみたいな。すごい、怪我とかすごい起こりそうですけど、現役の時とか、怪我とかそういうのは大丈夫だったんですか？俺は怪我多かったね。で、大学生の時にも大怪我してるし、そう、最近ノートに書いて、割とこう、ノートでバズったっていうか、大学の時に頭骨折してるから、俺が。頭頭蓋骨陥没骨折。ここの陥没骨折してる。頭骨折するって。そう膝が入って、相手の。で、脳震盪して、で、ほんまにここがペコってへっこんじゃって。ピンポン玉みたいに。わで、それから手術し本当にて、復帰して。お。はいはい。いやー、すごいですね。手術して、それ、初期、本来だったらそんな大怪我したらなかなかできなくないですか？そう、なんか前例がなかって、で、こう、ドクターも、ラグビーできるかわからないよって言われてんけど、やっぱラグビーやりたかったし、まあ、もしこう自分がその前例になれたらいいかなと思って、まあ、そのドクターとかチームドクターとかいろんな方と相談しながら復帰するのには1年と2、3ヶ月かなかかって。すごい戦いですね。そうそうそう。まあでもその頭折るとかってそんな頻発するような怪我じゃないから。全然あれでやけど。も頭骨折するって、ずっとなんかつけるんですか？頭骨折って。そうそうそう。全然わからない。分からへんよな。俺も自分でなった時びっくりしたんやけど、こう、まあ、骨折して手術してからは、復帰してしばらくは、被り物の中に、こうなんか、硬いものみたいな。そう、ちょっとカバーつけてやっててんけど、もうある程度骨の強度も保証されるようになってからは、もうそのカバーだけ外して、ヘッドキャップかぶって、やってたかな。すごいスポーツですね。そうそう。まあでも、ちょっとまあ、コンタクトの激しい危険なスポーツやけど、まあ見てる分にはすごい楽しいかなと思う。ぶつかる音とか、ボールが止まらへんかったりとかっていうの。私もこの前女子の方のラグビーの試合、ちょっと YouTube で見てて、なんか球のパスの仕方とかやっぱ面白いなと思って。そう、変わってるよね。他のスポーツにはない感じの投げ方するから。なかなか進まないけど、あそこ行ったみたいな感じで見ててもやっぱりなんかすごい面白い戦略っていうか。それは良かった。そう、結構頭使うスポーツやから、ルールもややこしくて、多分現役でやりながらもちょっとこう、いざ体動かしながらやったらちょっとなかなかこう判断しにくいペナルティとかもあるから、ルールを覚えるのは難しいけど、やっぱもうこのボールの動きとか体のぶつかるとかっていう部分をシンプルに楽しめるスポーツではあるかな。なるほどなるほど。で今日本にトップリーグっていうのは16チームいるんですか？そう。それ基本的に会社のチームとかっていうのがトップリーグってことなんですよね。そうやね。企業スポーツ、その企業が持ってるラグビーチームがトップリーグやね。で、一応まあトップリーグっていうのが J リーグでいう J1 みたいな。一応日本で最高峰のリーグって言われてて、そのトップリーグから結構日本代表選手とかもたくさん選ばれてるし。そうやね。なるほど。で、それの代表して、なんかもうそのチームの垣根を越えた、なんですか？交流会っていうか、そういうまとめ役をやってたってことですよね。そうやね。またキャプテンとはちょっとこう立ち位置が違うねんけど、なんていうの、オフフィールドリーダーって言われてる人がやっぱ各チームにおって、このグラウンド以外でこうチームの文化とか、またそのグラウンドに立ってる時のキャプテンとはまた違う、
そのチームを支えるような人が選手で各チームにおるから、その人たちが、定期的に、まだチームもこう、拠点がバラバラやから、すごい頻繁にはっていうのは無理やけど、年に3回とか総会開いて、で、その総会ではもう大体こう、普段はやっぱ LINE とかでやり取りしてるやつを、そこで決議取って、年間こういうふうに動いていこうとか、そういうことをやってたかな。いやなんか男社会ってなんかあんまり想像できないんですけど、喧嘩とかなんか言い合いとかなんかそういうのはあんまないもんなんですか？スポーツ界の男社会っていうのはなんか結構みんな和気あいあい仲良しみたいな感じなのか、なんか敵対心みたいなのもありつつなのか。ラグビーは割とこう周りから見てびっくりされるのが、やっぱ例えば日々の練習の中で結構同じチームのチームメイト同士でも喧嘩すんのよ。こうエキサイトしてもう練習中に胸ぐらつかみ合いみたいなのなんねんけど、そんなにそう練習終わったらこうそれの前よりちょっと仲良くなってるみたいな。喧嘩するほど仲がいいみたいな。そうそうやね。ほんで、敵のチームとか相手チームともこう今はちょっとこのコロナ禍とかでできへんくなってしまった部分あるけど、ラグビーの文化で試合終わったらアフターマッチファンクションって言って、自分たちのチームと、で、相手チームと、あとその試合を一緒に運営してくれた協会の人とレフリーの人が一堂に会して、こう、ちょっと食事すんのよ、一緒の部屋で。で、そこでこう、今日のこう、試合の総評みたいなのを各チームのキャプテンがやりながら、こう、お酒飲んだり、こう喋ったりして。で、両チームのキャプテンが総評終わったら、レフリー、協会の人ありがとうっていう感謝の意を述べて、その場解散みたいな、そういう文化もあるから、試合中では結構ガツガツこう、ぶつかり合って喧嘩もするけど、やっぱどのチームもやっぱなんかみんな仲いいみたいなとこはあるかな。いやなんかすごいラグビー界ならではのそういうコンタクトのなんか普通の社会とは絶対違うコミュニケーションの取り方があるじゃないですか、スポーツ界ならではの。それこそフィジカルでバンバン当たるし、なんかそういうなんか一定ラインを超えた友情っていうか、そのリレーションシップっていうのがすごい強い絆とかがあるんだろうなっていうのは勝手な想像ですけど。いやほんまにあると思うよ。やっぱチームの中でもこう、ぶつかり合ってこう喧嘩するぐらいヒートアップもするけど、やっぱお互い信頼関係が出来上がってるから、一つの目標に向かってこう努力する上で、それは違うやろみたいなことは割とこうガツガツ言い合うし、正直なフィードバックはこうしやすい土壌にはあったかな、チームは。で、そのリーダー会議とかでもいろいろこうチームの垣根越えて他のチームも参加してるけど、やっぱこっちに向かっていきましょうよみたいな議論してるときは、なんかこう、いやそれ違うよねとか、これこっちの方がいいよなみたいなのをこう割と初めて来た人でもこうコミュニケーションがすごい取れてたかな。なるほどなるほど。すごい一個突拍子ないことかもしれないですけど聞いてもいいですか？いいよ。チーム内でカップルとかいたりするんですか？チーム内でカップルラグビーやってる人ってストレートの人が多いんですか？どうやろうな。なんか女子チームとかだと結構スポーツ界で、普通にレズビアンの人で付き合ってる人、パートナーがいるとか、結構聞くじゃないですか。男の人のアスリートの世界だとそういうのってあんのかなと思って。どうやろうな。俺の周りではそんなにカミングアウトしてくれた人とかも、俺の近くではおらへんかな。でもいなくはないやろ、そら。とは思うけど、自分の周りでそういうなんかカップルやとかパートナーやとかっていうのはあんま聞いたことないかな。なるほどなるほど。でもすっごい男業界にいつもいて、なんかチームで一緒にいて、なんか出会う人も基本なんか男の人じゃないですか。
ラグビー選手とかそういうスポーツ選手ってどうやって出会うんですか？どうやろうな。もう俺の場合は、稲さんはん奥さんとどうあやっあ、て出会ったんですか？俺は大学の時に出会ったから、ああ、なるほそうそうど。そう。もう大学の時に出会って、付き合って、そのまま結婚してるから。うーん。まあでもなんか俺、純愛。そうっすよ。純愛っすよ。そう。じゃあそういう人多いんうん。ですか？俺の周り多いね。多分そういう人が。うーで、ん。俺の周りはそういう人が多くて、まあ、チームとかやと、まあなんかその人の紹介とかかあな。あ。へあとまあやっぱえ。飲み会とかでもあるやろけど、どっちなるほかって言ったら周りど。で聞いてるとやっぱ誰かの紹介とかが多いんかまあやっぱ紹介とかが一番安心ですもんね。な。そうやな。まあ一番まあ安心するよな。なんかその、まあ紹介する人にもよるけど。確かに。とんでもない人に紹介したらあれですけど、ちゃんとしてたら、そうそう。よしって。そう。こっちも、へえ。こっちの顔も立たへんからな。変なやつ紹介したら。そう。いろいろありますよ、なるほそれは。ど。そういう感じなんですね。いや、でもすごい、いろいろ男世界も知れて面白かったです。でも、今、稲さんは今、どんな活動をされてるんですか？まあ今は基本的に、社業専念、ラグビーが終わって、企業スポーツを持ってるその企業で社業専念で仕事してるから、まあ会社の仕事と、あとはプライベートの時間使って、現役の時から続けているのが、長期療養を必要とする子どもたちに対して、こう、ラグビーを通しはいはい。して、こう、支援できることないかっていうのをやってて。で、まあ、うん。コロナの前とかやと、ほんまにもう小児病棟に訪問して、クリスマスの時にこう、ラグビー選手がサンタクロースの格好して、トナカイの格好してとか、みんなでこ楽しそう。う、そう、各チームのグッズを持ち寄ってさ、白い袋に入れて、ほんまサンタの格好してこう持っていくみたいな。で、クリスマスプレゼント渡して一緒にラグビーボール触って遊んでとかしたりもしててんけど、まあ今、ちょっとまあこういう状況で、めっちゃ楽しそう。いや、めちゃめちゃ楽しいよ。もう、元うん。気になってほしくて行くけど、もう正直こう、終わったら俺らの方が元気もらってるみたいな。なんか明いや日からまたー。ラグビー、この子たちのために頑張ろうみたいなとこになるかな、気持ちうん的には。うんうん。で、今はこう、やっぱ、それはめっはい、ちゃ素敵な活動ですね。ありがとうございます。で、今はやっぱこのコロナでちょっと行かれへんから、こう、うん。オンラインでやってんねんけど、一応 NPO 法人の Being Alive Japan っていうところで、トライメイツっていうプロジェクトを立ち上げてもらって、で、そこうにプロジェクトん。メンバー、ボランティアとして参加してて、で、まあ、その Being Alive Japan さんがこう探してきてくれる病院の小児病棟の子供たちだったりとかっていうのに対してこう、ズームで画面越しにやけど、ラグビー界にラグッパ体操っていう、この、ラグビーの動きを取り入れた、こう、ラジオ体操みたいなのがあんねんけど、えそう、もう面ほんま、白そう。そう、ちっちゃい子供からおじいちゃんおばあちゃんまでできるみたいな。だから3世代とかで一つの動きをみんなで一緒に楽しくできるみたいな体操があるから、うそれをん。今、トライメイツの活動として、病院の子供たちとか、まあ、自宅で療養してる子供たちに対して、まあ、俺は引退してるけど、まあ、運営メンバーには他にも、他のチームの OB の選手もおって、そいつらを中心に、こう、ちょっとずつこう、今の現役の選手にも活動を広げていって、で、まあ、継続的にこれからもそういった活動をできるようにやっていってるとこかな。うん。いや、うん。めっちゃ素敵な活動ですね。そのラジオ体操ってなんか うん。YouTube にあったりするんですか？あるある、YouTube で見てみたい。ラグッパ体操って調べたら出てくるよ。本当ですか？じゃあちょっうん。とディスクリプションの方にももう貼っておいて、見たい人は見れるように。これやっといて、この動きちょっとやりたかったん、これ。いや、めっちゃ筋肉つきそう。いやいや、こういうガードの方法みたいな。そんなあれやで、高強度のトレーニングじゃないよ。ほんまにもう、幅広い年齢層ができるから、うゆっくりしたーん。動きやけど、座ってもできる組体し、操みたいな感じなんですか？
いや、ほんまにもう、一人でできるんですか？一人でできる、一人でできる。あーうん。だから、運動強度としては全然低いから、うんうん、ぜひ皆さんやってくださいって感じですね。ぜひはい。海外からそれちなみに日本語ですよね？あ、そうや。日本語や。あ、じゃあめっちゃ楽しそう。それでも、うんじゃあ語学学習してもらあ、って。確かにね。そう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 そいや、そういうの、なんか日本の文化の一つじゃないですか。う。うんうん一応。うんうん。ラジオ体操とか、そうやねそのラグビー体操って。そうね。いいですね。そういうので文化交流できて。あ、最高。うん。うん。いや、なんかいろいろ面白い話ありがとうございました。あ、いえいえ、こちらこそです。記念すべき第1回目にまさかの稲さん登場ですが、大丈夫でしたか？一回目にふさわしい。大丈夫なんかな？めちゃめちゃ不安やねんけど。いやいや、もちろんですよ。いや、逆に私が大丈夫かなと思って。大丈夫そうでした？ごめんなさい、ちょっと回しがあれだったら。回し素晴らしかったですよ。いやいや。まあ、いろいろ、他にもいろんな人今後呼んでやっていきたいんで、また機会あったらぜひ、2回目の参加待ってますんで。2回目の参加呼んでもらえるように楽しみにしてます。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ、また。はい。